まさか、オールスターの舞台で、あの大谷翔平が2度も同じ夜に球場を揺らすことになるとは、この時、フィラデルフィアの誰も想像していませんでした。2026年、MLB オールスターゲーム、アメリカン、リーグとナショナル、リーグ、選ばれたスターたちだけが立つ特別な舞台です。普段は敵として向き合う選手たちが、この一夜だけは同じユニフォームを身にまとい、世界中の野球ファンの視線を一身に浴びる。そしてナショナル、リーグの打線、その中心に立ったのは、もちろん大谷翔平でした。球場に名前がアナウンスされた瞬間、スタンドの空気が変わります。フィラデルフィアのファンからも大きな歓声。アメリカの中継ブースでは、また彼が何かを起こすのか、と期待が膨らみ、日本のテレビ画面の前では、午前の時間帯にもかかわらず、多くのファンが固唾を飲んでその姿を見つめていました。対するアメリカン、リーグ、マウンドには選ばれし投手、打席には一流の打者、オールスターゲームとはいえ、そこに遠慮はありません。むしろ、相手が大谷だからこそ、投手は全力で勝負する。大谷もまた、その勝負から逃げる理由など一つもありませんでした。試合開始、まずはアメリカン、リーグの攻撃、ナショナル、リーグの投手は慎重にストライクゾーンの隅を突きます。球速、変化球、配球、すべてが一級品です。先頭打者から簡単には出塁を許さない。しかし、オールスターの緊張感はいつもと違う形で選手を襲います。一方、ナショナル、リーグの攻撃、大谷がベンチからグラウンドを見つめる中、打線がアメリカン、リーグの投手陣に挑みます。だが、相手もまさに MLB を代表する投手たち。ストレートは低く、スライダーは鋭く落ちる。三振のたびに、スタンドから、お、という声が上がります。そして迎えたナショナル、リーグの攻撃。打席に大谷翔平。この瞬間、球場全体が一つの方向を向きました。投手がゆっくりとセットポジションに入る。大谷はバットを高く構え、マウンドを見つめる。表情は静かです。まるで、いつものレギュラーシーズンと何も変わらない。しかし、投手の心の中は違ったでしょう。この男に甘い球を投げたら終わる。1球目、外角低め。見逃しストライク。スタンドからわずかにどよめきが起きる。2球目、内角へ速球。大谷はファウル。カウントは追い込まれていく。ここで投手はさらに変化球を選択。大谷の目線を外し、タイミングを崩そうとします。そして、四球目。投手が腕を振った。大谷が踏み込む。打った。打球は高く舞い上がった。センター方向へ伸びる。外野手が一歩、二歩、下がる。しかし、打球はその頭上を越えていく。入った。大谷翔平。ホームラン。一周。球場の時間が止まったように見えました。次の瞬間、爆発的な歓声。ベンチから選手たちが飛び出し、大谷はダイヤモンドをゆっくりと回ります。いつものように派手なガッツポーズを見せるわけではありません。ただ、ベースを踏みながら、静かに前を見つめる。しかし、アメリカの実況席は静かではありません。大谷翔平がまたやってくれた。オールスターの舞台でも、彼は別の次元にいる。日本の実況も声を震わせます。大谷翔平、オールスターで先制ホームラン。これはまさに、世界が待っていた一打です。試合はまだ序盤。だが、すでに大谷が主役の座を奪い取っていました。ところが、アメリカン、リーグも黙ってはいません。中盤に入ると、打線が反撃。ヒットでランナーを出し、盗塁を警戒させ、投手にプレッシャーをかける。オールスターのスター選手たちが、わずかな隙を見逃さない。ナショナル、リーグのベンチでは、監督が何度も投手と会話を交わします。次の打者を抑えろ。そんな声が聞こえてきそうな緊張感。試合は次第に、一発で流れが変わる展開へと入っていきました。そして5回、再び、打席には大谷翔平。球場のスクリーンにその名前が映し出されると、観客は立ち上がります。投手は大谷を見つめ、捕手のサインを何度も確認する。1球目、外角。2球目、高めの速球。大谷は動かない。カウントは2ボール1ストライク。投手は、ここで勝負に出るしかありません。捕手から出たサイン。
大谷の目がわずかに鋭くなった。投手が振りかぶる。そして次の瞬間、大谷のバットが再び空気を切り裂きました。打球は今度は左中間へ。外野手が全力で追う。だが、届かない。2本目のホームラン。球場が揺れました。まさかの連続ホームラン。しかし、この瞬間、誰もがまだ知らなかった。この2本のホームランが、単なるオールスターのハイライトではなく、MLB の歴史に残る一話の始まりに過ぎなかったことを、2本目のホームランがスタンドに飛び込んだ瞬間、フィラデルフィアの夜は完全に大谷翔平のものになりました。ベースを回る大家の姿を、ナショナル、リーグの選手たちは笑顔で迎えます。普段なら敵として対峙する選手たち。しかし、この夜だけは違う。彼ら自身が、歴史的な瞬間を目撃した証人になったのです。ベンチに戻った大谷は、派手に騒ぐこともなく、仲間たちとハイタッチを交わしました。だが、その表情には、ほんのわずかな笑みが浮かんでいました。その姿を見たアメリカの専門家は、すぐに反応します。彼はまだ驚いていない。まるで、これが自分の仕事だと言わんばかりだ。日本のホームランを打った選手の表情ではない。アメリカのスポーツメディアは、次々と速報を打ちました。大谷がオールスターナイトを制覇。2スイングで2本塁打。これは史上最も圧倒的なオールスターパフォーマンスか。日本の SNS も一気に沸騰します。大谷、何を見せられているんだ。オールスターで連発はありえない。これが本当に現実なのか。そんな声が次々に飛び交いました。しかし、試合はまだ終わっていません。アメリカン、リーグは、大谷一人に主役を渡すつもりなどはありませんでした。6回、先頭打者が出塁。続く打者が鋭い打球を右方向へ運ぶ。ランナーは一気に三塁へ進み、無視1、三塁、ナショナル、リーグのベンチに緊張が走ります。ここで失点すれば、流れが完全にアメリカン、リーグへ傾く。投手は大きく息を吐き、打者と向き合います。1球目、ストレート。2球目、スライダー。打者はファウルで粘る。3ボールにストライク。満員のスタンドがざわめく。そして投手が投げた。打者はバットを振り抜く。しかし、打球は浅いセンターフライ。三塁ランナーはタッチアップを狙う。センターが捕球。すぐに本塁へ送球。だが、捕手がボールを受けた瞬間には、ランナーがホームへ滑り込んでいました。アメリカン、リーグ、ついに反撃の一点。球場の空気が変わります。ナショナル、リーグの選手たちは、互いに声を掛け合う。大谷もベンチから立ち上がり、投手に向かって何度も拍手を送ります。まだ終わっていない。その気持ちが、チーム全体に伝わっていました。そして7回、今度は投手と打者の、まさに1対1の心理戦です。アメリカン、リーグの投手は、ナショナル、リーグの強打者を相手に、最初からストライクを取りに行く。しかし打者はそれを読んでいた。1球目を見逃す。2球目も見逃す。3球目。低めの変化球。ここで打者がバットを出した。しかし、空振り。捕手がミットを叩く。球場から大きな歓声。野球の面白さは、球速だけではありません。投手は、次は速球だ。と思わせ、変化球を投げる。打者は、変化球が来る。と呼んで、速球に備える。一球ごとに、互いの思考がぶつかる。その極限の駆け引きの中で、ほんの一瞬でも判断を誤れば、試合の流れは変わります。一方、ベンチでは大谷が静かに試合を見つめていました。すでに2本のホームラン。それでも、彼の視線はスコアボードではありません。投手の球種、相手打線の狙い、守備位置、まるで選手ではなく、試合全体を分析する監督のように、グラウンドを見つめていたのです。アメリカの解説者も、その姿を見逃しませんでした。大谷は自分が打つことだけを考えていない。彼は試合そのものを見ている。日本の専門家も語ります。大谷選手は、オールスターを楽しんでいるだけではありません。自分がこの舞台で何を残せるか、完全に理解しているように見えます。試合は8回に入ります。スコアは拮抗。ナショナル、リーグは大谷の2本のホームランでリードを奪い、アメリカン、リーグは粘り強く追いすがる。しかし、ここでナショナル、
リーグに大きなチャンスが訪れました。一1、二塁。打席には、またしても大谷。スタンドから大歓声。相手投手は大谷の前で、何度も帽子のつばに触れます。ここまで2本。もし、ここで3本目が出れば、球場中が、その可能性を考えていました。投手がセットに入る。大谷はバットを構える。1球目、ストライク。2球目、ボール。3球目、ファウル。カウントは2ボール1ストライク。投手は星のサインを見て、わずかに首を振った。もう一度、サイン。大谷の視線が鋭くなる。球場の歓声が、徐々に消えていく。誰もが息を止めました。投手が足を上げる。腕を振る。大谷が踏み込む。バットが、振り抜かれた。打球は高く上がった。しかし、今度はスタンドではありません。外野の深いところへ、猛烈な勢いで飛んでいく。外足が下がる。フェンスまであと数メートル。そして、この一打の行方を、球場全体が見守っていました。打球は、夜空へ向かって伸びていました。外足はフェンス際まで下がる。大谷は一塁を回った。二塁へ向かう。スタンドからは、まるで一つの巨大な声のような歓声。入るのか。まだ伸びる。外足がジャンプした。しかし、届かない。打球はフェンス直撃。大谷は一気に二塁へ滑り込む。二塁打。球場は大きく沸きました。三本目のホームランこそならなかった。しかし、この打席で大谷はまたもやチャンスを広げたのです。一死に、三塁、ナショナル、リーグのベンチは、完全に攻撃モードへ入ります。ここでアメリカン、リーグは、内野を前進させる。一点も許したくない。だが、次の打者が打った。打球は三遊間へ。ショートが飛びつく。しかし、届かない。大谷が三塁からホームへ走る。送球が来る。捕手が待ち構える。大谷が滑り込む。セーフ。ナショナル、リーグに追加点。大谷はホームベースをはたき、すぐに立ち上がりました。ベンチから選手たちが飛び出す。まるで、彼のホームランを祝った時と同じような大歓声。しかし、この夜の本当の主役は、まだ終わっていません。9回、最後の守備。アメリカン、リーグの打者が打席に入る。スタンドのファンは立ち上がり、試合終了の瞬間を待ちます。一人目、空振り三振。二人目、ファウルで粘る。そして最後の打者、ナショナル、リーグの投手は、マウンド上で一度だけ深く息を吐きました。ここまで戦ってきた選手たちの視線が、一斉に集まります。投手が投げる。ストライク。次の球。ファウル。カウントは追い込まれました。スタンドの声がさらに大きくなる。投手がサインを見る。首を振らない。決めた。そして、最後の一球。打者が振る。空振り。三振。試合終了。ナショナル、リーグの選手たちが、一斉にグラウンドへ飛び出しました。投手は両手を突き上げる。捕手はマスクを外し、仲間に抱きつく。ベンチの選手たちは、大谷の元へ走っていく。大谷は、2度のホームランと決定的な二塁打を放ち、まさに試合の流れを支配しました。そして、場内アナウンス。2026年 MLB オールスターゲーム。MVP は、翔平、大谷。その瞬間、球場から再び大歓声が起こりました。大谷は一瞬、動きませんでした。まるで、自分の名前が呼ばれたことを確かめるように、静かに前を見つめる。そして、ゆっくりと頭を下げました。ベンチでは、チームメイトたちが笑顔で拍手を送っています。普段なら敵として戦う選手たちも、今夜は同じ気持ちでした。彼なら当然だ。そんな空気が、球場全体に広がっていたのです。アメリカのメディアは、試合終了直後から大谷の名前で埋め尽くされました。オールスターの歴史を変えた夜、2本のホームランで MVP、大谷翔平は、また新しい基準を作った。日本のファンにとっても、この夜は特別でした。なぜなら、大谷翔平がまた一つ、誰も簡単には届かない場所へ進んだからです。オールスターゲームは、シーズンの途中に行われる一夜限りの祭典。しかし、その舞台で2本のホームランを連発し、試合の流れを変え、そして MVP を手にする。
これは単なる数字ではありません。大谷翔平という選手が時代そのものを動かしている証拠です。彼はいつも誰かに不可能だと言われてきました。投手と打者の両立、二刀流、MLB での挑戦、そして世界最高の選手たちが集まるオールスターでの圧倒的な存在感。その度に大谷は言葉で反応するのではなく、バットで答えてきました。この夜も同じでした。一球目を見極め、投手の狙いを読み、完璧なタイミングでバットを振る。そして、ボールがスタンドへ消えていく。それを2度も繰り返した。試合後、大谷は MVP トロフィーを手にしながら、いつものように落ち着いた表情を見せていました。しかし、その姿を見つめるファンは分かっていました。今日、私たちはただのホームランを見たのではない。歴史が生まれる瞬間を目の前で見届けたのだと、フィラデルフィアの夜空に最後まで響き続けた大歓声。その中心にいたのは、またしても大谷翔平。世界中の野球ファンが同じ言葉を口にしました。一体、次は何を見せてくれるのか。大谷翔平の物語はまだ終わらない。むしろ、このオールスター MVP という新たな一生は、伝説の続きを告げる、最も強烈な一打だったのです。